はい、皆さんおはようございます。カレーブレッドです。ということでね、このエクスプローラーを購入しました。で、このエクスプローラーは2010年式フォードエクスプローラーエディバウアーっていうグレードです。で、このエクスプローラーには、3グレード当時あったんですけど、まず、V6 を積んだ XLT、V8 を積んだこのエディバウアーっていうグレードと、リミテッドっていうグレードがありました。で、僕はね、このエディバウアーっていうのを買いました。で、これを買った経緯はね、前回出した動画でも喋ったんですけど、もうこれはね、ファミリーカーとして購入しました。車中泊ができる、人が乗れる、荷物が乗る、キャンプに行ける、そのあたりのことが全部できる車が欲しいということで、この車をチョイスしました。で、この車のサイズなんですけど、アメリカではね、ミドルサイズっていうことになってるんですけど、もう日本だとほぼほぼフルサイズと言っていいぐらいの大きさで、ランクルのね100系とかかなり近い形してるんですけど、幅が1870ぐらいかな。で、全長が5メートルギリないぐらい、4930とか40とか、確かねそれぐらいだった気がします。高さは忘れましたけど、2メートルも確かなかったかな。はい。リフトアップしたいですね。じゃあちょっと順番に思いつきで喋っていきたいと思います。まずフロントはこんな感じです。ここにエンブレムがあって、で結構メッキグリル、迫力のあるメッキグリルついてますね。で、そうそう、このね車のボディカラーが白色見りゃわかるわって話ですけど、白のこのなんて言うんでしょうね、このベージュみたいなね色のこのツートンの感じしてます。で、ここのところにね、これミラーがあるんですけどね、これミラーで、こっちから見るとちょうど真ん中にこうビュンって仕切りがあって、フロントの右側と前側を運転席からこう見れるようになってるんですね。はい。で、このミラーは2008年モデルからついたらしいんですけど、でそれ前のイコンだったらついてないらしいです。はい。こうパッと見た時にね、どうなんだろう、ない方がすっきり、しとる気もしますけど、ついとったらついとったでね、そういった、ミラーでねその確認できるんで便利です。で、次がこのタイヤ。このタイヤはですねメルカリで買いました。この車を購入する前にメルカリでタイヤとホイール探してて、買えたらこのタイヤとホイール欲しいっていう感じでお気に入りに入れておいて、無事買えたんですぐメルカリで買って、奈良まで取りに行きましたね。なのでもともとは純正がついてたんですけど、もう購入と同時にほぼほぼ変えてしまったっていう感じです。で、このタイヤサイズが2657016インチですね。で、ホイールは MKW っていうブランドのホイール履いてます。今までほぼほぼスポーツカーが多かったんで、最近は。だからこんだけ扁平率が高いタイヤを履くのはね、もうだいぶ久しぶりですね、自分の車に。はい。で、このタイヤと、ホイールのセットが4本装着されてます。で、このね、個人的に気に入ってるのがこのリアですね。最近のアメ車って結構なんていうのかな、いい意味で言うと、結構洗練されてきたというかね、そんなデザインしてるじゃないですか。でもこの時代のエクスプローラーってまだなんていうのかな、ちょっと緩さがあるっていうか、そういうところがね個人的に気に入ってます。このテールライトとかもね、悪く言うとなんかめっちゃ普通みたいな感じなんですけど、なんかそこがいいなっていう、赤白黄色赤みたいなね、すごい緩いでしょこれ。でも映像で伝わってるかどうかわかんないですけど、実物はねそこそこ迫力はあるんですよ。普通そうに見えて、なんかねそういうところもね結構いいなっていうか、ある意味ねそんな目立つ車でもないしね、ファミリーカーだから、あんまり目立ちすぎてもっていう感じはしてるんで、もうこれぐらいのでも存在感はちゃんとあるし、すごくいいなと今のところはね結構気に入ってます。はい、エンジンルームになります。こんな感じですね。ちなみにこの車はダンパー式なんでね、そのうちダンパーがダメになるかもしれないなと思ってます。で、エンジンは、4.6 リッターの V8 です。OHV じゃないんですけどね、SOHC になります。で、調べたところね、このエンジンっていうのは当時の、2003
数年式とかね、それぐらいの時のマスタングの、V8 4.6 リッターっていうのがあるんですけど、あれも SOHC なんですね。で基本的にはね一緒らしいです。ただまあやっぱりマスタングスポーツカーとこのエクスプローラーではやっぱチューニングがどうも違うみたいでね、その出力はマスタングの 4.6 リッターのエンジンの方が大きいんですね。馬力も確かトルクも。はい。ただまあ基本的な設計とかそういったものはプラットフォームっていうのかな、そういうのは同じだそうです。でこのエンジンはね結構そのやっぱ OHV みたいにドロ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 してる感じはしないんだけど、すごくねスムーズに吹き上がる、そういう感じはありますね。すごくねシルキーでスムーズっていう感じでも、ちょっと踏むとやっぱアメリカのなんか V8 がこう聞こえてくると、なんかそういった感じの印象のエンジンです。はい、もう中紹介していきたいと思います。で中がねこんな感じになってます。今座っちゃってますけど、こういうベージュ色のねレザーシートになります。でまあステアリングはね真ん中フォードってあって、こっちのオーディオコントロールね、この辺のオーディオコントロールスイッチでまあボリューム調整できます。ただこのシークって右前の曲やったり次の曲やったりそういうやつはねどうも動いてないんですよ。でこちらがあれですね、クルーズコントロールで、まあメーターがこういうかなりシンプルな感じのメーターっすね。はい、だいぶシンプルです。でちょっと光があれなんですけど、インテリアはこんな感じで、上に一番上にナビがあって、まあ次にその風出てくるところ、あとボタン類ね、これ邪魔っすね、取りましょう。でボタンがなんかこの辺がだいたいこのなんていうの、このメーターのところの距離とかさ、そういうのを触るところです。でこの辺のね 4×4 オートハイローっていうのはまあ多分オフロード走る時とかに、使うんですけど、まあ僕はそんなまず触ることがないし基本的に行かないんでオフロードは。もし詳しい方が見たら教えてください。で次が、下がまあ基本的にエアコンですね。はい、そんな感じでね、面白いのはこのシフトノブのなんか形めっちゃ棒じゃないですかこれ。ほんとこれね最初見た時ちょっと面白かったんですけど、もうピシュッてそんな感じ。ただ一応後ろにこのボタンね、今エンジンかかってないんで押せませんけど、これを押してガッてこっちにやります。はい。であとはこれマスク邪魔、カップホルダーが2つで、ここねシガーソケット1個あって、でここパカッて開くとこう、ボックスの中にアクセスできます。でここにもねシガーソケットあるんですけど、これねなんか壊れましたね。はい、まああんま気にしてないです。でこの辺なんかこの辺もねなんかカードなんか何かが入れられそうな形状してますよね。うん。で上にサンバイザーで、しかも鏡ついてます。はい。こっちも確かあったかな。はい、ありますね。で、これが後ろのこの後ろの席用のエアコンですね。これがサンルーフのボタンスイッチ系ですね。ここパカッと開けるとこう、こんな感じでサンルーフがついてます。汚くてちょっとすみませんね。水垢が残ってますね。でやっぱりこのエディ・バウアーっていうグレードがこのベージュ内装っていうのかな。でリミテッドになると、黒革シートになるんですけど、まあやっぱりこのなんていうのかな、このベージュ色とかってねなんかアメ車っぽいなとは思いますね個人的に。ドアはこんな感じですね。まあこの辺がドアスイッチとかいろいろありまして、でここをこうやってヒュッてやってドアを開けるっていう。だからね最初まあ気づかない方も見えますね。でここにエクスプローラーって文字入ってます。で一応運転席とあと助手席はねパワーシートついてますね。こうやって動きます。でこれがまあリクライニングで、これがですねちょっと今分かりにくいんですけど、ここの一番端っこのやつやるとここのランバーサポートっていうのかな、ここの腰のところがね、まあ分かんないですね動いてるかどうか。ここがねちょっと前に出たり後ろに出たりするんですよ。
なんでまあ僕の場合一番とりあえず出したる状態にして、まあちょっと腰を支えてもらうと、一応ねそういう機能もあります。あと面白いなと思ったのが、ここのブレーキペダルとアクセルペダルがあるんですけど、ここでねそのブレーキペダルとアクセルペダルを動かせます。動かしますよ。ほら、これ動いてるんです。ということで、まあ足の長さ、そのまあ足が長くても短くてもまあうまいことフィットしますよみたいな、なんかそんな機能がついてるのが面白いなと思いましたね。はい。はい、これ今2列目です。2列目はね、結構やっぱ余裕がありますね、全体的に。まあこんな感じで、だいぶ広くて、で、一応足もですね、まあ僕これ今ちょうどこのシート、自分の運転ポジションに合わせてるんですけど、まあ大体普通に座って拳、まあ2個ぐらいはありますね。はい。ただね、結構その、天井があんま高くないかなっていう、ほんと拳1個、1.5ぐらいですね。なんで、そんなに、その、なんていうのかな、この、車内の高さっていうのはあんまないかもしれないですね、この車。で、後ろのところはですね、まあこういう物入れ、まあ両側にもありまして、で、ここが、この後ろの人用のカップホルダーになります。で、エアコンの風出るところ、一番下が、まあ、ここ、シガーソケットですね、があります。で、この車はですね、こう、なんていうのかな、先端コンソールがないので、まあ、一応倒すことはできるんですけどね、ここに要は肘置きがない状態です。リミテッドだったら、確かここに先端コンソールが、ここにね、あの、あるモデルがあって、で、2人乗りになるんですね、この後部座席が。で、ですね、この2列目から3列目にアクセスするためのやり方なんですけど、まずこれを起こすと、まあ、倒れますと。で、ここをもう一回、こう引きながらやると、こんな感じで跳ね上がる感じ。で、今これ僕3列目倒しちゃってるんでね、ちょっと物置になってるんですけど、まあ本来ここに3列目があって、ここにアクセスすると。で、このシートはもう一個使い道っていうかあって、で、このカーゴモードとなってるところを、こう上にやりますと、こう下にボンって1段階落ちるんですね。で、そうすることで、ここがね、フラットになるんですよ。ちょっとあっち側もやってみますね。はい、こんな感じですね。2列目全部倒すと、まあこんだけだいぶ広い空間になるんで、で、一回僕もね、まあ寝転んではみたんですけど、全然余裕で寝れますね。まあちょっと、ここに溝があるんで、マットさえね、敷いちゃったらもう完全に普通に寝れます。僕身長170ぐらいなんですけど、多分ね、180ぐらいまでの人は普通にこの空間で寝そべれるんじゃないかなと思いますね。はい、今3列目をね、上げてみました。ちょっと座ってみたいと思いますね。はい、今座ってみてます。こんな感じですね。はい。このシートに関しては、やっぱちょっと硬めかなという感じ。2列目と比べるとですね、まあ、2列目よりもちょっとこう、薄い感じはするんで、でも、乗り心地が悪いかっていうと全然、そんなことはないですね。で、まあ、頭上も、なんかここちょっと上にヒュッて、ここがえぐられているというか、少し拡大してる感じなんで、まあ僕ぐらいの身長だったら全然座れるって感じですね。180以上超えてくるような人だと、ちょっと厳しいのかなって感じですね。この車今僕、何気に3列目シートに初めて乗ったんですけど、なんかこの2列目が倒れてる状態もいいですね。こうやって足できて。これは、まあ、走行中はなかなかこのモードを使うことはないですけど、まあ、ここ足が置けるっていうことで、まあ、車中泊するときとか、車の中で休むときとか、結構いいなと思いました。で、一応ここ上にはエアコンの、吹き出し口があって、ここがライト、で、あっちも吹き出し口。で、フックがここにあって、で、フックは前方にもありますね。で、あとこっち、左側にも、ここと、ここにあると。そういう感じです。で、このウィンドウサイドっていうのかな、ここに、
カップホルダー。なんかちっちゃく見えるな、これ。ここが。あとこれもまあ物置なんですかね。何かの。で、右側はカップホルダー1個。で、ここにもね、なんかカップホルダーらしきものがあって、ここにも物置がありますね。一応スピーカーって感じです。で、なんかこれありますね。なんだろう。これ。もし詳しい方見えたら教えてください。これ。何か。で、一応まあ、僕車中泊もしたいなと思ってるんで、今んとこ考えてるのは、このフックをね、うまいこと使ってカーテンを取り付けたいなと思っとるんですけど、どういう風にしようか考え中なんですけど、なんか銀マットとかをね、このサイズに切ってペタって貼ったりとか、まあいろいろあるんですけど、それだとなんかな、まあウィンドウが下げられないっていうね、まあ問題が出てくるっぽいんで、まあやっぱそこはカーテンがいいかなと。で、この運転席と助手席のところの、まあ向こう側かな、手前側でもいいんですけどね、そこまでカーテンして、まあ完璧に中で車中泊できるようにしたいなと思ってるので、もし良いアイデアお持ちの方が見えたら是非教えてください。今緊急事態発生しまして、なんとバッテリーが上がりましたこの車ここから移動できなくなりました。はい、まあまあ多分なんですけど、ドアもともとこのついてたバッテリーが結構古くて、まあ実はね変えようかどうしようかなとかって思ってたぐらいやったんですよ。でちょうど今そのドア開けながらねその撮影しとったら、まあ多分弱いバッテリーって多分それでいっちゃうじゃないですか。でそんでねいっちゃったんですよ、バッテリーが。でまあ一応僕 JAF の会員でもあるんで、一応まあ無料でね JAF さんには来てもらえるんですけど、このタイミングで切れるっていうね、多分来てもらって、まあとりあえずエンジンはつくとは思うんですけどね、まあバッテリー交換ですね。はい。で一応このついでに、後ろから見た感じはこんな感じです。まあ結構広いですよね。ちょっとね物がいろいろあって申し訳ないですけど、はい。2列目が立ってる状態でこんな感じですね。なんでもうね十分こう広さありますね。もうキャンプには行けるし、まあ IKEA とか行った時にね、まあ家具いろんなものをこう積み込みすることもできます。であとね、ここにボタンがあって、これを押すとこうやってハッチが開いて、まあ中のねものをヒュッと取り出せる。まあこう後ろがね狭いところに駐車した時は結構便利ですね。はい。ということで JAF さん待ちます。はい、ということでね、ちょっと大変だったんですけども、バッテリーが上がっちゃいました。さっきね、まあ、バッテリーが上がってしまった理由は、僕の区画って屋根付きのとこなんですね。でそこだとちょっと撮影に暗いから、明るいところに移動させて撮ろうと思って、で移動させて撮ってたんですけど、まあ本当そこまで移動させるのも本当数十秒とかで終わっちゃって、なおかつその後、ドア開けっぱなしとかで撮影してたんで、それでまあバッテリーが上がったんじゃないかなっていう感じでした。でただ JAF の人曰くまだ充電してるっぽいから、まあ普段普通に乗る分にはまだ使えそうな感じはしますけどっていう感じだったんですけど、まあ僕の場合ねキャンプとか行ってその時に荷物の積み下ろしでドア開けっぱなしとか、まあそういうシーンも多分あると思うんで、まあ近々バッテリーを交換します。はい。で今ちょうどそのバッテリーを充電させないといけないんで、まあそのついでにじゃあ走行編も取っちゃおうかなってことで、はい、そんな感じです。でこの車を初めて運転した時はね、とにかくこの乗り心地の良さにめちゃめちゃびっくりしたんですね。なんだろうこの上質な感じっていうか、この見た目に反してですね、すごくねセダンみたいな感じなんですよ。エンジンも V8 で、本当今マフラーとか何にも交換されてないから、もうすごい静かなんですね。眠くなるぐらい静かで、このシートも結構こう、1列目と2列目に関してはまあ分厚いしっかりしたものが入ってるんで、そこまでねふかふかって感じでもなく、適度に張りがあってね、いい感じのシートなんですよ。はい。今ちょっとねエンジン踏んでるんですけど、あんまり音聞こえないんじゃないかと思うんですね。一応ここで運転してる分にはちゃんと聞こえてはくるんですけど、もう本当に静かだから、まあ
コルベットとかアップ GTI とかね、ああいうなんかスポーツモデルばっか乗ってたから、その本当にこう静かで乗り心地のいい車ってあんま分かってなかったんかなとかって最近思ったぐらい、これが乗り心地がいいっていうやつなんかなとかって思ったんですよ。まあそうは言ってもね、コルベットもね、まあ乗り心地いいと思ってるんですけど、この車に関してはやっぱり標準、マフラーとかいろいろ標準なんですっごい静かで、もうねスーッと走っていく感じです。でやっぱこの段差とかのねショックの吸収の仕方も非常に上質で、ふわふわのミニバンみたいな感じではなく、なんか適度にねコシのある足回りしてます。かといってじゃあ硬いかっていうと全然硬くないし、もう圧倒的にねアップ GTI とかの方が硬いんですよ。あれはアップ GTI に乗ってる時はまあ乗り心地いいなこの車って思ったことは今もちろん一度もないんですよ。別にこれ、ディスってるわけじゃないんで、あれスポーツモデルなんで、サスは硬くて当たり前だし、ただねやっぱりこの車を長時間運転してからアップに乗り換えたりすると硬いなって思いますね。はい、それぐらいねしっとりしてる感じだから、これはねびっくりしました。個人的にそのエクスプローラーを買う前って別にその高級車とかっていう感じで買ったわけじゃないんですけど、この内装もしっかりそのアメ車のいい意味で高級な感じを装ってるんだけど、なんかチープさも感じられるみたいななんかそういう内装ってあるじゃないですか、アメ車の。もうまさに内装に関してはそんな感じかなとは思うんですけど、この乗り心地に関してはね本当に一番びっくりしたポイントです。あと次走りですね。走りというかそのエンジンのパワー、もちろんエンジンのパワーは非常にあると思いますね。もうこの車の雰囲気自体がわーって踏んでみたいな、そういう感じではないので、とにかく、人を乗せて荷物を乗せて、快適に移動する車っていう感じなんですよね。だからそんな普段ね全く踏まないんですけど、このアクセルのフィーリング的にはですね、ほんとコルベットと同じぐらいというかね、ほんとちょっとねアクセル踏むだけで、トルクが出てね、前に進んでいくっていう印象は非常にあります。でやっぱこうわって踏み込んだ時にこの前からね V8 のエンジンの音が聞こえてくるっていうところもなんか優越感に浸れるポイントですよね。そうですね。コルベットもそうなんですけど、やっぱりアメ車の V8 っていいなって思います。ここで今5000ちょっとぐらいまで回しましたけど、この踏んだ時のねやっぱり V8 の音はねやっぱりこれで飯食えるっていう感じですね。本当になんかやめられないっていう感じなんで、この次の方のエクスプローラーも全然形はね嫌いではないんですけど、エクスプローラーに V8 があるのはこのモデルまでなんですよ。それも決め手だったんですね。ちなみに、もう一個検討してた車としてコマンダーってのがありました。ジープのコマンダーで、現行のジープのコマンダーではなくて前のやつですね。カクカクとしたやつ、2006年から2010年までしか、発売されなかったモデルなんですけど、あっちが 4.7 と 5.7、確か4.7 が SOHC で 5.7 がOHV のヘミエンジン積んでるやつですね。で 5.7 買おうかなと思ってたんですけど、思いのほか結構相場高くて、でこっちのエクスプローラーが安かったんですよね。あとはずっとエクスプローラーをですね携帯とかねパソコンでネットで見てるうちにねすごく愛着が湧いてきてしまいまして、この形に。で結果、コマンダーよりも全長が長いこっちのエクスプローラーを買ってよかったなっていう、それはさっき車中泊とかする時にねこうわーって寝そべった時も感じましたね。もう余裕でこれ大人2人車中泊できるみたいな。天井はちょっと低いんですけどね、僕はねガチの車中泊ってよりはどっかに行くために、その前のポイント、サービスエリアとかなんかそういったところでちょっと寝るだけ寝るみたいな、そういう使い方になると思うので、そんな中でねご飯作ったりとかしないと思うんですよ。なので寝れさえすればいいかなっていう、個人的にはそういう感じなんですね。まだこの車納車されてどんなものだったかな、まだ 2,3 週間ぐらいなんですけどね。一応最初から期待していなかった燃費の話をします。で燃費はもう悪いですねコルベットの方が断然いいって感じです。具体的に言うと、さっきねリセットされちゃったんですよね、バッテリーで上がっちゃったからね。ちょっと分かんないけど正確な数字が街乗りで
5から6って感じかな。ほんとちょこちょこ乗りだと5いかないっていう感じだから、まあ全体的に4から6って感じじゃないですかね。でちょっと遠出しするとまあ6から7、運良くて8、高速まあ8はいかんか、まあ6から7ですね。ちょっと軽い遠出とかすると。高速1回乗った時はもうめちゃめちゃね、どんだけ行くかなっつってすごい燃費運転して、一応10っていうメモリ上の表示はしましたけど、現実的にはまあ8とか9とか、9行けばいいぐらいじゃないですかね、高速乗ってっていう感じなんで、まあコルベットの方が全然いいです。まあそもそもそんな期待はしてなかったですけどね。ただこの車レギュラーガソリンで OK なんで、まあビビたるもんすけどね、レギュラーも早くも。ただまあその気持ち的にまだレギュラーでよかったかなみたいな、そんな気持ちになれます。で一応この車の購入価格なんですけど、車両本体で、税込み85万ぐらいです。でまあなんじゃかんじゃ諸費用とかいろいろ入れて110ぐらいかな、そんな感じで収まりました。で車検がね来年の11月までついてるんで、まあまあ結構で、あとは最初ねその購入した時にまあ多少ちょこちょこっと、メンテナンスしたりとかっていう感じで、まあ外装とかもまあ非常に綺麗だし、まあ中も結構綺麗なんですね。でしかもアメリカの V8 が楽しめる、この乗り心地もすごくしっとりしてて素晴らしいと、すごくお買い得なんじゃないかなと思います。車両本体85でこんだけ程度がいいのは。で距離が、今ちょうど10万2000キロぐらいです。今んとこね非常に調子がいいので、まあその調子がいいっていうやつをやっぱりいろいろ車見て選んだんで、まあやっぱ中古車買う時はまあやっぱそうなんていうかな、すごく慎重に車選びするのは重要かなとは思うんですけど、まあでも今のところすごくいいものが、手に入ったかなと思ってます。なので僕の場合はね基本的に3列目っていうのは、いつも常に格納させちゃってるんですけど、でもやっぱりその両親とか最大7人まで乗せられるから、まあ誰かと旅行行きたいっていう場合とかね、あと荷物乗せたいとか、まあキャンプ行くとか、まあそういったファミリー仕様の車で何か探している方、まあ燃費さえね気にならないっていう方であれば、全然この方のエクスプローラーは今結構お買い得なんじゃないかなと思いますね。はい、で一応このエクスプローラーも、3列目封印してしまってちょっと加工したら1ナンバーでいけると思います。まあ僕はね3ナンバーで乗っちゃってますね。一応1ナンバーの方が税金とかは安くなりますけど、どうなんだろうな。やっぱりこの車の場合だと多分4人乗車とかになっちゃうんじゃないですかね。3列目だけじゃなく2列目の多分片方も封印したりとか、まあ、ちょっと車種によると思います。ちょっとその辺詳しくないんであれですけど、まあ僕の場合はやっぱり3列目もたまに使えるっていう状況が欲しかったんで、まあ税金高いけどもう3ナンバーにして乗ってます。今ちょっとサンルーフを開けてみました。閉まってたんで。そうするとまあこう車内も、明るくなりますね。まあこっから暑い時期に入っていくんで、基本的には閉めた状態で使うことの方がまあ僕は多いと思いますね。はい。まああとここ一応スイッチで開けれますけど、なんとなくそこはアメ車ってなんか電気弱そうだから、まああんま開け閉めとか繰り返すと壊れるとかね、まああとはその雨漏りして壊れるとかもひょっとしたら発生するかもなって思ってます。今のところは正常に動いてますね。で今後のまあカスタムとしてはね、やっぱりマフラー買いたいなと思ってます。マフラーもまあ一応何種類かあるんですけど、フローマスターとかマグナフローとかギブソンとか、まああと国内もなんかエルフォードっていうのがあるんですけど、今んとこ最有力候補はマグナフローなんですよね。ただやっぱり今円安だからその輸入が高いっすよね。どうしようもないんですけどね。まああとはやっぱりリフトアップかな。先日この車でキャンプ行った時にちょっと友人がランクルの100系乗ってるんですけど、もうかなりねインチアップしてるんですよ。でそれの隣にこう並んだ時にちょっとやっぱ小さいなとかって思っちゃうんですよ。そのやっぱ車の大きさって高さがめちゃめちゃ影響するから、ランクル100とか70とかね乗ってる方が普通にいて、みんなリフトアップしてるんですけど、なんかそれを見るとね、なんか自分の車もリフトアップさせたくなっちゃって、なのでまあすぐじゃないけど、まあどっちかっていうとマフラーの方が先かな。で次に
リフトアップしたいなっていう感じで思ってます。ということで、今回はこんな感じですかね。はい。ということでご視聴ありがとうございました。